はい、アメサクラです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は2020年12月度新規コラボキャラがリリースされましたので、そちらについて見ていこうかなというふうに思います。今回のコラボはこちら、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか3コラボということで、こちらのキャラクターがリリースされているということになりますね。この、こちらのダンマチコラボということなんですけども、自分は全く知らないんですけど、どういったアニメなんでしょうかね。ではこちらの新キャラについて見ていこうと思います。よろしく頼む。まずは順を追って説明していきますけれども、こちらサポーターリリルカということで、こちらは配布キャラということみたいですね。知能タイプ貴族性ということですけれども、まずはスキルとアビリティについて見ていこうと思います。第1スキルが回避率 30% アップとスキル回避率 30% アップ、それぞれ10秒間ということで、こちらの回避率系を底上げするということで味方に反映するということから、このスキルはいいんじゃないでしょうかね。第2スキルに関しては攻撃力 2000% の範囲ダメージと物理防御力2万のダウンとスキル回避率 40% ダウンということで、こちらも無敵解除はついていませんけれども、スキル回避率 40% ダウンということで、これが当たるとほぼ敵は弱体化されますから、いいようなイメージはありますね。そしてこちらアビリティですけれども、第1アビリティがグループバフということでダンマチ3と、今回の、グループバフは体力が上がるということみたいですね。そして第2アビリティは抵抗ヘルファイアということで、高確率でメテオヘルファイアアイテム効果を避けることができますというふうにあります。正直ですね、このヘルファイアの抵抗ということですけども、あってもなくてもあんまり意味がないようなアビリティなので、このアビリティはあんまり期待できないかなというふうに思います。続いてこちらベルフということですね。非属性の力タイプということであります。第1スキルが物理防御力24000のアップと回避率40とスキル回避率 40% のアップ10秒間ということで、こちらも先ほどの、リリルカと似たような感じですね。これが、味方に、カバーされると、チームが、底上げされるので、これはとてもいいんじゃないでしょうかね。第2スキルに関しては攻撃力 3000% の範囲ダメージとスキル発動率スキル範囲 50% ダウンということ、7秒間ということですね。こちらも当たるとスキル範囲が 50% 半分に減るので、これが当たるといいかなという感じですね。まあでもただ無敵解除がないっていうことが若干使いにくさがあるかなというふうなイメージであります。アビリティは、一つがダンマチ3のグループバフということであります。第2アビリティが抵抗サンダーストームということで、一定確率でトルネードサンダーストームアイテム効果を避けることができますとあります。この抵抗サンダーストームアビリティですけれども、案外 PVP では使えるんですよね。持ってない方はあってもいいかなというふうに思います。ステータスを見ていきますけれども、こちらの方がミネラル1490ということで、やや重めかなというふうな感じですね。移動速度が128ということで、足は速いかなというような感じ。また攻撃範囲が80なので前衛になってますね。先ほどの抵抗サンダーストームにあったように、やはり前衛で、持ちこたえてサンダーストームが発動してもそこに居座るということから、アビリティとは前衛ということで相性は良さそうな感じはします。またスキル発動率以下、こちらの方は力タイプというようなスペックですね。では次、竜ということになります。
こちらは貴属性の知能タイプということになっています。スキルは攻撃力 2400% の範囲ダメージと、また敵の攻撃力 50% ダウン、敵のスキル回避率 40% ダウン、10秒間ということであります。ここはですね、この敵の攻撃力 50% ダウン、これは使えそうな感じしますね。やっぱり攻撃力がそがれるとなかなか相手を駆逐していけなくなるので溜まってしまうんですよね。ですんでやっぱ敵の攻撃力を削ぐっていうのはとてもいいスキルじゃないかなというふうに思いますね。やはりミネラルや敵軍生成妨害系のアビリティを持っているキャラクターがいますけれども、そのキャラクターが貯めることができますから、このスキルで敵の攻撃力を落としてこちらのキャラクターを貯めるといったような戦い方ができるんじゃないかなというふうに思います。またスキル回避率 40% ダウンも当たれば相手が弱体化していきますので、これもとてもいいようなイメージですよね。第2スキルは敵の無敵スキル解除と攻撃力 3200% の範囲ダメージ、スキル使用負荷と5秒間ということなので、これは無敵解除がついてますからとても使い勝手がいいような感じはします。とても優秀なスキルですね。続いてアビリティですけれども、第1アビリティはダンマッチ3のグループバフになっています。第2アビリティはスキル抵抗無効の水ということで、一定の確率で水属性の敵のスキル抵抗を無視しますということであります。この竜を持っている人は水属性に特攻キャラになるんじゃないかなって感じですね。やっぱ属性の影響で水属性にはとても有効になりますし、さらに水属性にスキルが当たればこのスキル抵抗無効を発動すればワンパンできますから、水属性はことごとくやっつけられるんじゃないかなというふうなイメージであります。この属性タイプのスキル抵抗無効は確か発動率は 25% だったので、比較的当てやすい、発動しやすいアビリティじゃないかなというふうに思います。やるじゃないか。続いて合図ですけれども、こちらは水属性の知能ということですね。スキルを見ていきます。第1スキルがスキル命中率 40% のアップ、攻撃速度 250% アップ、移動速度 140% アップになっています。スキル命中率 40% アップの味方に影響を与えるということから、チーム全体がとてもスキルを当てやすくなるというようなイメージがあります。移動速度 140% アップなので、これもスキル即発だったりとかしたらとてもチームが軽くなるような感じはしますね。では第2スキルになります。敵の無敵解除3秒と攻撃力 3500% の範囲ダメージ、スキル抵抗 60% ダウン7秒ということで、これは無敵解除の3秒と秒数付きというのがとてもいいですね。やっぱり無敵解除を持っているっていうのはやっぱ必須ですけれども、それで秒数付きを持っているっていうのはとても強いスキルですから、この合図はとても強いんじゃないかなというふうに思いますね。アビリティを見ていきますけれども、第1アビリティはダンマッチ3のグループバフと、第2アビリティはクローン生成ということなので、このクローン生成もイベントステージだったりとかは結構使えますね。 PVP においてはどうでしょうかね。もっと他に強いアビリティがあるので、そっちの方が優先度が高いような感じもいたします。では次、ベルということで、こちらは非属性の敏捷タイプということになっています。スキルを見ていきます。第1スキルが攻撃力 270% アップと、そしてスキルクールタイムの初期化ということで、こちらは光闇属性以外に初めてのクールタイム初期化ということになっています。レベル240に育てやすいということからも、このキャラはとても選ばれる価値が高いんじゃないかなというふうに思いますね。自分も欲しいなって思います。第2スキルは敵の無敵スキル解除と、そして 3100% の範囲ダメージと持続回復妨害と、敵軍スタン3秒ということなので、こちらも無敵解除を、しますから、このスキルが当たるとスタンも3秒かかりますから、
ほぼ相手の動きを無効化できるということになっています。第2スキルもとても強いですよね。第1第2スキルともに無駄がないキャラクターかなというふうに思いますね。アビリティはグループバフのダンマッチ3で、第2アビリティはクローン生成ということになっています。やはりこのベルはやはりアビリティというよりはスキルで押し込んでいきたいというようなキャラクターかなというふうに思います。ステータスを見ていきますけれども、ミネラルが1410ということで、移動速度が99、攻撃範囲が133ということで、こちらはやや前衛寄りの中衛という感じですかね。またこちら敏捷タイプなので、スキル回避率を 30% デフォルトで持っているということから、使い勝手は良さそうな感じはします。以上ですね、今回ダンマチコラボということでキャラクターを見ていきましたけれども、自分はやっぱり気になるのはこのベルの範囲化ということと、この合図も、使い勝手が良さそうな感じはするんですけどね、無敵解除3秒を持っているということがやっぱり気になるかなという感じもします。ただ合図よりどちらかというと竜の方がなんか使い勝手がいいんじゃないかなというふうな感じも実はしたりしますね。やっぱりこの無敵解除と、やはりこのスキル抵抗無効アビリティですね、これは水属性の特攻キャラのような気がしているので、とても駆逐力が高いかなというようなイメージを抱いています。運営が当たりキャラと示しているのはこの合図とベルということなので、このキャラクターが強いという位置づけなんでしょうね。まあでもこのベルはやっぱ強いんじゃないかなという気がしますね。やっぱスキルクールタイム初期化のレベル240でどんどん出せるっていうのはちょっとやっぱり自分も欲しいなというふうなイメージがあります。今回ですね、ダンマチコラボの新キャラ紹介という形でやっていきました。まだですね、解説書のデータがオープンになっていないので、そのスキル範囲だったりとかクールタイムの中身が分かりませんので、実はその中身を見たら使えるだとか使えないだとかっていうのが分かるかなというふうには思っています。その中身を見た上で評価するのが一番かと思いますので、皆さん見られてはいかがでしょうか。今回はですね、2020年12月のダンマチコラボの解説をしていきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。まだチャンネル登録をされていない方はぜひにと最新情報等々お伝えしていきますので、登録してもらえたら嬉しいかなというふうに思います。ではまたのご視聴をお待ちしております。